皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は国際情勢ウクライナ関連のニュースを取り上げていきます。地上波放送ではどんどんと取り扱いの小さくなっている話題ですから、このチャンネルの動画でぜひとも情報の更新をしていってください。そしてこのチャンネルの動画が役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルの動画を拡散してください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア・北朝鮮の新条約締結。これについてはこれまでの動画で解説してきましたが、これに伴う影響というものが出てきています。韓国がウクライナへの軍事支援を検討すると発表。これを受けてプーチン大統領もまた新しい条約がどのようなものであるかを明かしています。その内容について解説していきましょう。2、アメリカの対応変化。ロシア軍によるウクライナへの遠距離攻撃は以前から継続的に行われているのですが、これに対応するための迎撃ミサイルは数としては不十分です。そこでアメリカがパトリオットミサイルのウクライナへの優先供与を決定しました。また、供与した兵器の使用制限についても緩和を発表しています。3、ドイツラインメタル社。ドイツ政府と 1.4 兆円の大型契約を行い、砲弾製造が加速すると報じられています。まず最初に北朝鮮、ロシアの新条約について、目玉となっているのは相互の軍事支援協定です。お互い第三国から攻撃を受けた場合においては、相手国を国内法に基づいて軍事支援をしようというものです。そこには兵器の支援だけではなく人員について、つまり軍隊の派遣などについても検討の範囲に入っています。実際に検討した後で派遣するかしないかはその時の状況によって変わるわけですが、一応はそこの考えるとしている分だけ軍事同盟っぽさを出しているわけです。そして現在の北朝鮮は国連の制裁下にあり、核開発や大陸間弾道ミサイルの開発などは、これを加速させてはならないというのが、少なくとも現在の国連制裁の考え方です。しかし、常任理事国であるロシアが、この国連制裁を違反し、北朝鮮から弾道ミサイルをはじめとした制裁品をどんどんと買い付けるといったようなことをするのであれば、これは明確にロシアが支援することとなりますから、このようなことは国境を接している韓国としては許せないというわけです。日本から見た場合、北朝鮮は当然のように核兵器や核兵器を積むことのできるミサイルの高性能化といったものが問題になるわけですが、同じように韓国もまたその脅威は受けるわけですから、これを無視することはできないというわけです。現在のところ韓国はウクライナに対する直接的な軍事支援は行っていません。これまではアメリカから求められて在庫が減った砲弾を埋め合わせるための納入はしたことはあるのですが、その納入した後においてアメリカがウクライナに砲弾を送ったかどうかまでは定かではありません。しかし、今回このような新条約に伴って積極的にロシア、北朝鮮の軍事貿易が拡大するようであれば、これを牽制するためにも、韓国はウクライナに直接的な軍事物資支援の検討を行うという話が出てきたのです。ただし、ここで注意しなければならないのは、何も韓国はウクライナへの軍事支援を決定したと言っているわけではありません。検討しなければならないなと言っているだけです。しかし、このような韓国の発表に対して、プーチン大統領はすぐさま反応しました。もしもそのようなことをすれば、韓国に対する何らかの行動を起こすというような話をしたのです。しかしそれと同時に、この新条約についての新たな見解も出しています。まず第一に、今回のロシアによるウクライナ侵略に伴う特別軍事作戦。これはあくまでもプーチン大統領の言い方ですが、この特別軍事作戦はあくまでも戦争ではないという前提として、北朝鮮からの派兵といったものは考えていないとしています。一応立て付けとしては戦争ではないといったところから、この新条約の対象ではないというのですが、一方においては軍事物資のやり取りといったものは進むわけなので、このあたりはかなり言い訳がましい部分を感じます。また、国連の制裁品に対しても、ロシアとしては北朝鮮から入れるつもりはないという話もしています。これもまた結構な嘘で、これまでにもすでに北朝鮮からロシアに渡り、そしてロシア軍が使ったとみられる北朝鮮製の
ミサイルについては、すでに残骸がウクライナの戦場で発見されています。しかし、プーチン大統領のこうした嘘というのはこれまでもいくらでもありましたから、別にバレてもバレなくてもいいから表面上は取り繕ろうとしているのでしょう。北朝鮮から大量の弾薬類を購入しているけれども、しかしそれはあくまでも公式な売買ではなく、あくまでも密輸であって、ロシアとしては北朝鮮からは弾薬は買っていないというのです。果たして韓国がプーチン大統領のこの嘘を真に受けて、北朝鮮とロシアとの間においては軍事物資のやり取りがないんだ、じゃあ韓国も何もしないとするのか、それとも軍事物資のやり取りが非常に盛んになっていて、北朝鮮に対するロシアの支援は課題であるというふうに考えれば、韓国がウクライナ支援を行う可能性というものも出てくるわけです。このあたり今後どのような展開になるかは様子を見るべきでしょう。北朝鮮がロシアに対して大量の砲弾をくれたのは、38度線を契機とした休戦ラインにおいて、榴弾砲を数多く揃えて、長期間に大量に砲弾の雨を降らせようというのが基本戦術として考えられてきたからです。これに対応するために韓国側も榴弾砲を大量に保有し、その火砲のための砲弾製造能力もまた非常に高いものがあります。ですから、韓国がウクライナ向けの砲弾を販売もしくは供与するようになれば、ウクライナにも大量の砲弾が渡ることとなるのです。これまでの韓国から言えば、いきなり供与ではなくて、チェコの進めているようなヨーロッパ域外からの砲弾調達において、商談をまとめるといった形での韓国からウクライナへの砲弾の受け渡しが行われるかもしれません。未来の話としてそのような伏線が生まれたと見るべきでしょう。次にアメリカの対応変化について。ロシアによるウクライナ全土への攻撃の中で最も厄介なのが大型の射程距離の長いミサイル攻撃です。同じように射程距離の長い遠距離攻撃としては大型突撃ドローンシャヘドシリーズがあるのですが、これはかなりの数撃墜することができています。なぜならば高速度はどちらかというと遅いものですから、レーダーで捉えて撃墜することが可能だからです。一方においてミサイルの方は、たとえレーダーで捕捉できたとしても、これを撃墜するといったことは迎撃する能力側の問題もあって十分ではありません。ウクライナに供与されている迎撃システムとしてはパトリオットミサイルシステムがあるのですが、これは数があまりにも少なく、一部の重要拠点しか守れていません。ですからそれを一歩外れるとミサイル攻撃を防ぐことができないのです。この影響が最も大きく出ているのが発電所への攻撃で、発電所のような社会インフラは一度破壊されると復旧までの時間は非常に長い時間が必要です。もちろんお金も必要ですし、直したとしてもまた同じようにしてミサイルが飛んでくるのであれば、これをなかなか防ぐことができません。このような大型施設はなかなか場所を移すこともできませんし、だからといってそこにパトリオットミサイルを貼り付かせるだけの数もまたないために、なかなか電力不足といった問題を解消することができないのです。そこで少しでもアメリカとしてはウクライナの迎撃能力を高めるためにも、パトリオットミサイルのその弾については優先的にウクライナに供与することを決定しました。アメリカで製造されているパトリオット本体と弾なのですが、本体については契約に基づいての出荷が続けられるようなのですが、弾については優先的にウクライナに供与することが決定したそうです。ここで除外されるのは台湾とイスラエルです。ただし、イスラエルの場合だと自国産の対空ミサイルシステムがありますから、現在のところパトリオットミサイルは必要としていないでしょう。今回の決定で一番納入がストップをかけられているのがスイスだと言われています。スイスもまた今すぐパトリオットミサイルの迎撃戦闘が必要な状況ではありませんから、アメリカからの通達を受けてもある程度これを了承したそうです。パトリオットミサイルその納入は今年来年と2年連続で優先供与が決まったそうなので、少なくともパトリオットが配置されているその防空範囲内における迎撃戦闘はかなり充実しそうです。なお、じゃあ本体がもうちょっと増えればいいんじゃないかなという点については、現在のところドイツとルーマニアの2機しか追加の供与は決定していません。もうちょっと数が必要でしょう。そしてもう一つアメリカの政策変化なのですが、ウクライナに供与している兵器のその使い道について使用規制が緩和されました。これまでウクライナに対する攻撃、その反撃としてロシア本国領への攻撃に使う場合においては、北部のハルキウ州周辺におけるロシア軍に対する攻撃でしか使ってはダメだというような話をしていましたが、タリバン報道官によると、この規制を緩和し、ウクライナに攻撃するようであれば、ロシア
本国領に対する攻撃は自衛戦闘の一種であり、これを認めるという話をしています。ロシア本国領からウクライナへの越境攻撃をしてくるものとしては、国境を接している北部以外であれば、大体にしてロシア本国の空軍基地から上がってくる戦闘機類でしょう。ですから、これを攻撃しようと思えば、空に飛び立つ前の中期状態の空軍基地に対する攻撃で、例えばATACMSミサイルを使うといったことなどが考えられます。もっと早ければよかったのにと思うような政策変化ですが、今から言っても仕方ないので、とにかくこの政策変化はないよりはあった方が絶対いいような話です。今後、この決定に基づく遠距離攻撃ニュースが待ち遠しいものです。最後にドイツラインメタル社の砲弾の話をしましょう。ウクライナに対する砲弾供与は主にアメリカからヨーロッパから、そしてそれぞれのこの2つ以外の第3の道で供与が進められます。しかし、アメリカもヨーロッパも、そして世界においてもそうなのですが、砲弾については近年それほど重要視されていない兵器の一つでした。なぜならば、第一次世界大戦、第二次世界大戦といった具合にして、大戦を経てそれ以後の兵器開発の歴史としては、砲弾よりもより長射程の兵器が次々と生まれてくるし、また航空兵器の発達などもあって、砲撃戦が主体となる戦争はあまり想定されてこなかったのです。しかし、現実今起きている戦争においては、戦争が長期間になれば、ミサイルのような性能は高くても値段の高く量産の効かない兵器はなかなか数が揃えることができず、一方において、たとえテクノロジーのレベルとしては低かったとしても、火力としては十分な砲弾を数を揃えることが、これが金額的にも安く、そして火力としても十分確保できることから、砲撃戦が現在の戦場においては非常に効果が高くなっています。一方、ロシアの方にしてみれば、そうしたハイテク製品もありつつも、しかし、ソ連時代からのとにかく物量を揃えるといった基本姿勢といったものがあったがために、一貫して砲弾の数については優勢を保ち続けています。これに対応するために進められているヨーロッパ側の動きとして今回取り上げるのが、ドイツラインメタル社に対する1.4 兆円もの契約です。この 1.4 兆円の大型契約はラインメタル社の単独の契約としては最大規模のものだそうです。この 1.4 兆円なのですが、その全てがウクライナに供与される砲弾というわけではありません。ドイツ陸軍としても在庫の砲弾がほとんどなくなってしまったことから、これをある程度埋め合わせするといったことも行うそうです。そしてウクライナに供与するもの、この2つの供給先へとこの 1.4 兆円は使われます。そしてこの大型契約を前提としてラインメタル社は砲弾製造能力を拡張します。ラインメタル社は民間企業ですから、ある程度儲けがあることを前提としなければ製造ラインの拡充は進めることができません。ドイツ政府はこうした民間企業との関係を重視して先々まで生産予約し、だからこそ生産能力を上げてくださいということを交渉し、これを叶えることができたのです。ラインメタル社としては新しい砲弾工場を現在建設中で、砲弾の製造能力は1年目で10万発、2年目で20万発といった工場を建設するそうです。なお、年内ラインメタル社はドイツ以外の工場も含めて全体で70万発を生産する予定だそうです。現在のペースで言えば2025年はラインメタル1社だけで100万発程度を製造するそうなので、ヨーロッパのその他のメーカーの作るものと合わせてウクライナ向けがどれだけの数になるかは、あとは予算をどれだけ確保するかにかかっているでしょう。またラインメタル以外の砲弾調達についてなのですが、チェコのパベル大統領が以前から話していたヨーロッパ域外からの砲弾調達については現在あらかた手配が済んでいて、実際に今月ウクライナへの砲弾引き渡しは実際に行われ始めていると話しています。こちらもまたお金の工面さえつけばヨーロッパ域外での生産と調達は引き続き行えると話しているので、あとはどれだけの政治的な決定でウクライナ支援を続けられるかにかかっています。ロシアが自国の生産する弾薬類だけではウクライナを押し切れないと考えて、北朝鮮からの砲弾調達なども進めようとしています。一方において欧米の方も砲弾軽視といったものから実際に必要なものを調達しなければならないとして生産ラインの拡充に走っています。ウクライナの立場に立てば少なくとも支援体制そのものは改善傾向にあるので、あとは渡ってきた兵器をどれだけうまく活用できるかにかかっています。長い戦いの中においてロシア軍兵士も亡くなるのと同様にウクライナ軍兵士もまた亡くなっています。
どれだけ兵士たちを新しく補充し、その補充する兵士たちの質を確保するかに戦場の勝敗の行方がかかっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わった方はぜひとも評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、また情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。